さパワーで加速しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は潜水艦を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、コンデンサーをうまく利用して加速できるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは加速の仕組みからですね。コンデンサの間に1センチの水晶を挟んでモーターに近づけても一瞬で電気を消費してしまいます。そこで厚さ2センチの水晶をモーターとの間に挟んで直列つなぎしたコンデンサを近づけると、断続的に電力を消費して長めに回転してくれました。だったら80本直列つなぎにしたコンデンサにしてみると、大きなコンデンサの塊が高速で回ってくれています。しかも結構長い時間コンデンサの電力だけで動いてますね。さらにもっとスムーズに電気を流すために水晶を2つにしてみると、さっきよりスムーズに回ってくれています。でも毎回こうはならず、一つの時と同じ動きをすることが多いです。安定しないので水晶は一つにしましょう。水晶一つでもなぜか限界の 480rpm を超えて 491rpm で回っていたので十分でしょう。加速の仕組みはできたので潜水艦本体を作ります。綺麗な円筒状にしたいのでベアリングを使ってプラスチックの板をぐるっと一周貼り付けました。しかしここで自分の重さで動いた部品が勝手にくるくる回り出しました。動力に使えそうな謎の動きですが、今回は無視して残りの板を貼り付けます。大きな回し車みたいになりましたね。私が乗って回すこともできます。そしてこちらに両軸化したモーターをつけて25枚のプラスチックの板を重ねたスクリューを作りました。スクリューの角度はだいたい30度くらいにしておきます。ちゃんと前に進む角度になるように慎重にスクリューを取り付けたら、早速バッテリーを取り付けて動きを確認します。ちゃんと進んでますね。これだけでも十分潜水艦として役に立ってくれそうです。でももっと高速で進むようにしたいので、私が乗るための操縦席に最初に作ったコンデンサ80本とバッテリー20本を組み込んで左右のトリガースイッチで通電するようにしました。ちゃんと作動してますね。バッテリーからコンデンサに充電しているので、コンデンサを使い切っても自動的に充電してくれます。動きの確認はできたので、さらに潜水艦っぽい外装も追加していきます。4枚のプラスチックの板とその真ん中にガラスの板をつけて窓にしました。そして後ろの方にはプラスチックの板をたくさん貼り付けて形状に塞いでおきます。よし、とりあえず完成したので早速乗ってみましょう。まずは左のトリガーを引いてバッテリーの力で動いてみると、問題なく進めています。下にタイヤもつけているので回転を張りながら進んで深いところに来たので、次はミニトリガーで加速してみましょう。音は派手ですが断続的に電気が流れているせいか、バッテリーで動いている時とほとんどスピードが変わりません。水中だとスクリューの抵抗も強いので、一瞬電気が止まると速度が大きく落ちるみたいです。これでは高速潜水艦ではないので、水晶
章を取り外して、古代の合金に交換しましょう。早速通電させてみると、大幅に稼働時間が短くなりますが、ずっと電気が流れ続けるので、出力はかなり高そうです。ついでに、回転を照らすための LED を取り付けて、もう一度乗ってみましょう。さっきと同じように、バッテリーで深いところまで行ってから、右トリガーを引くと、コンデンサパワーで加速しています。80本のコンデンサをすべて消費した後は、充電に時間がかかるので、再度加速できるようになるのが遅いです。充電している間は、バッテリーの動力で進むときも、充電に電力を使っている分、出力がダウンします。大量に電力を消費する分、稼働時間は短いですが、それなりに高速で移動することができるので、高速潜水艦は完成ですね。今度はカメラの位置を固定して、旋回性能を見てみましょう。水中のせいで旋回に時間がかかりますが、そんなに苦労することなく、180度ターンして、カメラの位置まで戻ってくることができました。ではここで、コンデンサパワーに切り替えると、ちゃんと加速しているのがわかります。かなり重量が重いので、下に進む癖がありますが、頑張って上に向かせれば、なんとか水平に進めました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。左のトリガーを引いてバッテリーで進むと、最高速度は秒速 2.3 メートルぐらいと、それなりの速さです。そして、右トリガーで加速すると、結構乱れていますが、最高速度は秒速 3.5 メートルくらいでした。地上で私が走る速度より遅いですが、水中ならそれなりの速さです。そして、上に向かっていって、水面に顔を出して移動すると、スクリューの抵抗が減って、安定して速い速度が出ています。水面でコンデンサパワーを使うと、さらに速度が出ますが、スクリューが水面に引っかかって、くるくる回ってしまいました。それでは最後は、高速潜水艦に乗って、深海を目指していきましょう。上下の倍率を400倍にしているので、水深も深そうですし、昼夜サイクルをオンにしているので、潜っていって夜になれば、かなり暗くなるはずです。そのまま進んでいくと、ここでバッテリーが切れました。でもまだコンデンサに電力が残っているので、コンデンサパワーで進んでいきます。そのコンデンサの電力も、ここで尽きてしまったので、本体の重量を利用して、ゆっくり沈んでいきましょう。ちょうど夜になって、何も見えなくなったので、コレクション機能でバッテリーを1本召喚して、LED だけ点灯します。ちゃんと海底に到達していたみたいです。うろうろしていると、少しだけ明るくなってきましたし、ここをゴールとしましょう。それでは、たくさん水中を移動して、お腹も空いてきたので、スライムを召喚して、燃やしてしまいましょう。おっと、浮かんでいきます。気を取り直して、なんとか海底に固定したら、ロケットエンジンで火を通します。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、潜水艦さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、